なんと命中精度が高すぎるせいで使い物にならなくなったというすごく奇妙な逆説を抱えた兵器が存在したんです。命中精度が高すぎてダメになるというのはなかなか直感に反しますね。そうなんですよ。今回はこのドイツ軍の MG34 という機関銃を取り上げます。この銃の背後にあるなんというか狂気的な技術力と、あとはアメリカ兵の生々しい証言ですね。これらを読み解きながら完璧すぎるスペックがもたらす悲劇というものをあなたと一緒に深く探求していきたいと思います。この MG34 はですね、世界で初めての実用的ないわゆる汎用機関銃として歴史に名を残している非常に有名な兵器なんですよ。はい、有名ですよね。でも資料を読み解いていくとこの汎用性という言葉が単なる持ち運びやすくて便利といったレベルの話じゃないってことがよくわかりますね。まさにそこなんですよ。今日の私たちのミッションは単なる兵器のカタログスペックを、なぞることではありません。機動、火力、汎用を兼ね備えたこの銃の驚くべき戦術的合理性と、実際の戦場の泥沼で露呈した限界、これを紐解いていきます。とても示唆に富む探求になりそうですね。まずそもそもなんですが、なぜドイツ軍は MG34 のような全く新しいコンセプトの機関銃を必要としたんでしょうか。そうですね、そこからですね。歩兵が持ち運べるサイズなのに大砲の代わりにもなって、いざとなれば突撃にも使えるって、ちょっと欲張りすぎというか、なんか物理的に矛盾しているコンセプトじゃないですか。確かにそう見えますよね。ただこの背景にはですね、第一次世界大戦における泥沼の経験が横たわっているんです。ああ、塹壕戦ですね。ええ、初期の重機関銃が登場したことによってですね、いわゆる防御側が圧倒的に有利な状況が生まれてしまったんですよ。鉄条網と機関銃でガチガチに守られた陣地に向かって歩兵がどれだけ勇猛果敢に突撃してもですね、もう圧倒的な火力の前にただ全滅するだけになってしまったんです。だから陣地を突破するには圧倒的な火力で敵を押さえつける、いわゆる面制圧と歩兵の前進、つまり機動ですね。この2つの連携が絶対に不可欠になったんです。でも強大な面制圧をするなら普通は大砲の仕事じゃないですか。そこで立ちはだかったのが敗戦後に結ばれたウェルサイユ条約なんですよ。あ、ベルサイユ条約、銃兵器の制限とかそういうやつですか。その通りです。この条約でドイツ軍は銃砲とか戦車の保有を厳しく制限されました。つまり大砲に頼った大きな面制圧ができない状況だったんです。うわ、それはきついですね。ならばどうするか。彼らは歩兵部隊そのものに大砲に匹敵する制圧火力を詰め込むしかなかった。巨大な砲弾で破片をばらまく代わりに機関銃の弾の雨で面を制圧しようとした。だから兵器開発の面では名目上は制限の緩い歩兵用の機関銃でありながら三脚に搭載すれば重機関銃としても運用できるという汎用機関銃のコンセプトを生み出しました。そして戦術面では機関銃による面制圧や間接射撃がより重視されたわけです。なるほど。政治的地政学的な制約が歩兵兵器へのある意味で異常な要求を生み出したわけですね。でもどうやって一丁の銃で大砲と突撃兵器を兼任させたんですか。秘密は銃本体ではなくて運用システムの方にあったんですよ。運用システム。はい、 MG34 は2脚バイポットですね。これを使えば突撃部隊とともに走りながら前線を突破する軽機関銃になります。はいはい、軽快に動けるわけですね。ところがこれを MG ラフェット34という専用の銃火三脚に乗せるとですね、全く別の兵器に化けるんです。見えない敵に対して山なりに弾を撃ち込む間接射撃ですとか、味方の頭越しに弾を降らせる頭越し射撃など、まさに大砲と同じような広範囲の面制圧が可能になったんです。ちょっと待ってください。ただの三脚がそんなに劇的な変化を生むんですか。ええ、これが単なるスタンドじゃないんですよ。この三脚には反動を吸収するバッファーとか精密な照準器が組み込まれていまして、つまり三脚に固定することでまるで大砲のように数学的で精密な射撃ができるようになるってことですか。その通りです。それは確かに画期的ですね。MG34 といえば各国の機関銃に比べて発射速度が速いですよね。はい、非常に速いです。資料によると MG34 で毎分750から900発、後継の MG42 はさらに高速化されて
毎分1000発以上、最大で毎分1500発に達すると。とんでもない連射速度ですよね。なぜこのような異常なほどの連射性能が求められたんでしょうか。これも面制圧のためでしょうか。はい、そうです。ただ一口に面制圧といっても、そこには細かく見ると2つの側面があるんです。2つの側面ですか？まず1つ目は、弾を広範囲にばらまいて敵の頭を上げられなくする、敵の抵抗をくじくという役割ですね。なるほど。見えない敵の頭に弾を振らせるような。そうですね。これはどちらかというと大砲と同じ間接射撃的な役割です。で、もう一つが、敵が姿を現した短い瞬間に大量の弾丸を浴びせ敵を制圧する役割です。遭遇戦みたいな状況ですかね。まさに歩兵戦闘における遭遇戦としての役割です。この場合、発射速度が高ければ高いほど有利になります。というと、例えば1秒間というごく短い時間枠、つまり敵が遮蔽物に隠れる前のわずかな隙であっても、より多くの弾速を特定の範囲、面に集中して叩き込むことが可能になるわけです。なるほど。どちらも面制圧という言葉でくくられますが、実際の戦場では大砲のように面的に広がりがあるか、それとも1秒間の隙をついて点に集中するかという違いがあるんですね。はい。で、ドイツ軍はその両方を一つの機関銃で賄おうとしたわけです。いやー、欲張りですね。でもどうやってそれを実現したんですか？それを可能にしたのが先ほど述べた三脚 MG ラフェッテ34なんです。これには射撃時の反動を利用して銃を支えられる台座を機械的に少しずつ上下させるからくりがついていたんです。重心射撃装置ですか？自動で射角が変わる仕組みなんですね。射手がいちいち手で銃を動かさなくても、一発撃つごとに自動で射角が少しずつ縦に変わっていくんですよ。へえ、それはすごい。その結果、例えば1200メートル先の標的に対して本来なら奥行き75メートルの範囲にしか散らばらない弾を意図的に最大155メートルの奥行きまで広げることに成功したわけです。恐ろしい技術力への執念というか、ちょっと狂気を感じますけど。ただそこまで完璧なシステムを作り上げたがゆえに、現場の歩兵は奇妙な逆説に直面することになります。ここからがさらに面白いところなんです。確かにアメリカ軍の分析官による MG34 の評価記録を読むと、散布界が貧弱であると。つまり弾のばらつきが狭すぎて、機関銃として致命的な欠陥があると書かれているんです。そうなんです。 MG34 はドイツの工作精度が極めて高かったため、単発の命中精度が異常に良かったんです。連射しても弾が同じ場所にばかりまとまって飛んでいってしまう。まるでレーザービームのようにですね。そう、まさにレーザービームです。機関銃なのに点しか攻撃できない。先ほどの重心射撃装置は縦の奥行き方向だけの調整なんです。横の横方向は三脚のハンドルを手で回して銃を振らないといけません。二脚で撃つ場合も射手自らが左右に銃を振る必要がある。なるほど。だからこそ実際の戦場ではカタログスペックからは想像もつかない悲劇、あるいはアメリカ兵からすれば喜劇のようなエピソードが起きています。あるアメリカ兵が MG34 の猛烈な掃射を受けて肩に傷を負った時の話です。普通ならそのまま蜂の巣にされて終わりですよね。当然そう思いますよね。1秒間に15発も飛んでくるわけですから、人間の反射神経で避けられるはずがありません。ところがその弾着エリアがまさに天のように狭すぎたために、彼は地面を張ってその狭い蜂の巣エリアからずりばいで抜け出すことができたんです。ほんの少し横に逃げるだけで車線から外れることができたと。しかも驚くべきことに、抜け出したその兵士は自分のライフルを構え直し、なんとドイツ軍の機関銃士の腹部に3発命中させて逆に倒してしまったというんです。うわー、精密さが完璧すぎたせいで逆に敵に反撃のチャンスを与えてしまったんですね。さらに別の証言では12人のアメリカ兵のグループが MG34 に狙われたエピソードもあります。12年もいたら誰かは当たりそうですけど。それが全員が伏せてその狭い弾弱エリアから這い出し、なんと12人全員が無傷で逃げ切ったという記録もあるんです。これって強烈な皮肉ですね。エンジニアが絶対に狙いを外さない完璧な機械を作った結果、標的がほんの数十センチ動いただけで致命傷を与えられなくなってしまった。技術的な完璧さが予測不可能な環境においては脆弱性に変わるという見事なパラドックスです。
しかも歴史の皮肉はこれで終わりません。まだあるんですか？後継機である MG42 では発射速度を毎分1500発へと極限まで高めました。その結果、連射時に強烈な反動が生じ、銃本体がコントロールできずにずれていく暴れ、いわゆるクリープ現象が強くなったんです。つまり銃がブルブルと激しく震えてしまうようになったと。ええ。しかしその暴れによって結果的に自然と弾が左右にばらけ、戦場で求められる適度な広さの散布界を図らずも得ることができたんです。意図的だったかどうかは別として、精度が高すぎるという欠陥が反動というノイズによって相殺されてしまったわけです。欠点を直したというより、じゃじゃ馬にしたら結果オーライだったみたいな話ですね。はあ、まさにそんな感じです。でもそんな狭い散布界と凄まじい弾薬消費という制約を抱えながら、ドイツ軍はこのレーザービームをどうやって実用レベルで運用し続けたんでしょうか。まず銃器本体については、空冷式なので連射すると加熱してしまう重心の交換をワンタッチで手早くできるような機構が採用されています。また当時の機関銃はキャンバス製の弾体が一般的だったんですが、 MG34 は発射速度が速いためにそれだと装弾不良を起こしてしまう。だから弾体を金属製の連結式リンクに変えています。そして軽機関銃として運用した場合のために多弾式のドラム型の弾倉が開発されていました。なるほど、ハード面を強化したんですね。編成や運用はどうなっていたんですか？完全に機関銃中心の編成です。軽機関銃として運用する歩兵分隊では3名からなる機関銃チームが火力の中心となり、小銃兵は機関銃の援護下で前進し、最終的な突撃と近接戦闘で敵を撃破する役目でした。機関銃が主役でライフルを持った歩兵が脇役なんですね。そうなんです。機関銃チームの3名は弾薬定数の半分の1150発を手で携行することになっていましたが、正直なところ3名では厳しいですし、何より弾も足りません。なので小銃兵も追加弾薬を運ぶのが普通でした。重機関銃としての運用はどうですか？重機関銃としての運用では弾薬の量が膨大な上、三脚や広角照準器、測距器など間接射撃に必要な機材を伴うため、専用の馬車が用いられました。いやー、大変だ。でもどれだけ頑張って弾薬を運んでも発射速度で考えたらほんの数分で弾切れになってしまいますよね。まさにその通りです。だからこそ極めて厳格な射撃規律が敷かれました。 MG34 なら7発から10発、 MG42 なら5発から7発という極めて短いバースト射撃を徹底したんです。ほんの指先のコントロールで短く区切って撃ち、弾の節約と重心の保護を両立させました。ダダダッと短く切るわけですね。ええ。そして弾薬制限と散布界の狭さという特徴をカバーするために、草刈りと呼ばれる極めて冷酷な配置戦術が編み出されました。草刈り、なんか嫌な響きですね。ドイツ軍は機関銃の車線を地上わずか30センチから50センチという異常な低さに設定していました。大人の膝下くらいの高さですね。普通なら胸とか頭を狙いますよね。どうしてそんなに低く？これには恐るべき理由があります。戦場において負傷した仲間が倒れていれば、他の兵士はどうすると思いますか？それは当然強い連帯感がありますから、張ってでも引っ張って助けに行こうとしますよね。そこを狙うんです。まず一人の足を撃ち抜いて倒す。悲鳴を聞いて助けに来た仲間たちの足も、その極端に低い車線に設定されたレーザービームのような精密射撃で次々と埋まっていくんです。うわ。連帯感や仲間を思う人間らしさを利用して、狭い散布界の中に自ら獲物を飛び込ませる。徹底的に計算された狙撃戦術でした。でもここで一つの大きな疑問にぶつかるんです。はい、何でしょう。なぜドイツ軍は歩兵にここまで重労働をさせ、戦術を工夫し、部隊の編成から装備に至るまで全てを機関銃中心という異常な状態に合わせてまで火力を追求したんでしょうか。ただ面制圧をしたかっただけとは思えません。いや、素晴らしい着眼点です。それこそが第二次世界大戦におけるドイツ軍の代名詞ともいえる電撃戦を根底から支える哲学だったからですよ。電撃戦ですか？戦車がすごいスピードで突進していくイメージの。ええ。でも電撃戦の本質は戦車が走り回ることではなくて、指揮官が最前線で状況を見て即断即決する任務型戦術にあるんです。つまり上官の細かい指示を待たずに現場の判断で動く組織論みたいなものですね。その通りです。しかし
どれだけ現場に権限を与えても彼らの手元に問題を解決できる道具がなければ組織はスピードを維持できませんよね。確かに。敵の強固な陣地にぶつかった時、砲兵の支援をお願いしますなんて方法に無線を入れて待っていれば進撃は止まってしまいますよね。ああ、なるほど。だから最前線の歩兵分隊が自分たちだけで独立して敵を粉砕できるポケットサイズの砲兵を絶対に必要としたんですね。ええ。戦車や大砲が不在でも MG34 という強大な火力の背骨があったからこそ歩兵分隊は自律的に目の前の障害を排除し猛烈な進撃テンポを維持できたんです。ってことは MG34 は単なる銃ではなくて現場への権限移譲を成立させるための戦術システムの要という位置づけだったわけですか？全くその通りです。もちろん MG34 や MG42 は万能だったわけではありません。そもそも機関銃という兵器には物理的な限界があります。それは弾がまっすぐにしか飛ばない兵車兵器であるということ、そして一撃の破壊力に欠けるという特徴です。特に土のうや丸太で強固に固められた敵の掩体を叩く場合には機関銃では無理ですよね。迫撃砲のように爆発物を投射する必要がありますよね。だからこそドイツ軍の歩兵戦術でもあらかじめ機関銃では対処が難しい点目標に対しては迫撃砲や歩兵砲などで攻撃を行います。その上でドイツ軍は間接射撃による面制圧と歩兵の突撃時の火力の中核として各国をはるかに上回るレベルで機関銃を磨き上げた。そこにドイツ軍ならではの戦術的合理性があった。それを支える柱に任務型戦術があったと言えるわけです。なるほどなるほど。ドイツ軍は最終的に戦争には敗れましたが、この現場に独立した火力と権限を与えるというコンセプトは戦後にさらに進化して受け継がれていきます。と言いますと、大戦末期にドイツが生み出した突撃銃、つまりアサルトライフルの概念とこの汎用機関銃の概念が融合しました。ということは戦後のアメリカ軍などに受け継がれた歩兵戦術の基盤になったと。そうです。アサルトライフルを持つ多数の小銃兵と強力な汎用機関銃を備えたチーム、これがパッケージとなったミッションコマンド型のアサルトスクワッドは現代の歩兵戦術のスタンダードになっています。すべてはあの時代のいびつな要求から始まったんです。いやー、まさに圧倒的な奥行きを持つ深掘りでした。優れたツールがあって初めて自律的な組織が機能する。武器の発射速度や命中精度といったスペックだけを見ていては決して気づくことのできない組織運用と兵站のリアルがここにありました。今回の深掘りはここまでです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら高評価とハイプをお願いします。また最新の動画を見逃さないようにチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。